皆さんこんにちは。書道家の上平大我です。今回の動画は美文字を練習する上で知っておくべき超基本についてお話をしていきたいと思います。もう超基本ということでとっても当たり前のお話をします。なのでそんな当たり前の話も全部完璧だという方はここで切っていただいて別の動画を見ていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、もしですねその基本についてもう一度しっかり振り返っていきたい、自分自身が意識できているのかチェックしていきたいという方はですね、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよという方はですね、ぜひチャンネル登録していただけますと嬉しいです。低評価に関しましては特にですね、こういったところをもっとこう説明していただければ良かったのになっていうところも含めてコメントと合わせていただけますと非常に嬉しいです。今後の改善につなげていきたいと思っております。というわけで早速ですね、結論3つの基本をお話ししていきたいと思うんですけれども、まず1つ目は姿勢です。はい、もう当たり前ですよね。では姿勢どういった風にやればいいのかやっていきたいと思います。実際にこの机ありますよね。そして椅子に座った状態です。まず椅子、このようにベタっと持たれないようにしましょう。こうしてしまうともちろん距離が遠すぎて全然書けないですよね。こんな方いらっしゃらないと思うんですけれども、今一度ですね、もう一度この姿勢、まずはこの位置関係をしっかりやっていきましょう。そして机と自分自身との距離ですが、だいたい拳1個分です。これも近すぎても遠すぎても良くないので、そのあたりの距離感しっかりやっていきましょう。そして続きまして目線です。目線をどうするのかというお話なんですが、目線はですね、こうノートが広がっていた時に考えていただきたいのは、全体を見渡せる位置に持ってきましょうというお話になります。文字をどこに書くにしても全体が見渡せる位置でしっかりと頭を固定してあげます。これがですね、集中をしてくるとどんどん前に倒れてきます。これはおそらく誰でもあるあるだと思います。そして一つの文字をきれいに書こうと思えば思うほどこうなってきて、そして全体が見えなくなって文章になればバランスが悪くなってしまうというようなことにつながってきますので、今一度ですね、自分自身が一体どこを見て文字を書いているのかっていうところを意識してみてください。この距離感っていうのが非常に大切です。本当に当たり前のことにはなるんですけれども、全体を俯瞰できる位置、ここを意識していただくとかなり変わってきますのでやってみてください。それからですね、今この動画上ですね、なかなか見えていない部分なんですけれども、足の裏をしっかりつけましょう。全体をつけましょうということを私はよくお伝えさせていただいています。特にお子様とかだとですね、机と椅子のサイズ感が合っていなくて足が浮いてしまっているようなお子様とかいらっしゃるんですけれども、そんな環境で書いてしまいますと全体の踏ん張りが効かないので、意外とですね、こう手だけではなくて全体で文字を書くという意識を持っていただくといいんですけれども、そのあたりがですねしっかり安定してきますので、足の裏しっかりつけていただいて文字を書くということを意識してみてください。このあたりの姿勢が悪いとですね、バランスが良くなくなってしまいます。続きまして2つ目です。2つ目はペンの持ち方です。またペンの持ち方ですかと。はい、もうペンの持ち方って本当に大事なんですよね。いろんな方がおっしゃる理由が分かるなっていうところはですね、練習すればするほど、自分自身にこう身に染みるなっていうところがあると思います。私もですね、昔、いろんな動画でお伝えさせていただいてるんですが、結構握り持ちをしてたんですね。それをですね、やっぱりそんな持ち方をしていたら先生にはなれないぞというところで持ち方の改善をしました。そして実際に持ち方を変えて文字を書いて練習していくわけなんですけれども、過去書いた文字っていうのは私結構残してるんですが、やはりですね、この力み具合、線質、そして空間の取り方、このあたりが全然大きく変わりました。やはりですね、力みのない持ち方をすることによって文字をしっかりと大きくおおらかに書くことができるようになるんですね。なので握り持ちをしていたりですとか、なんか変な持ち方してるよっていう方はですね、こちらの動画で、正しいペンの持ち方っていうような解説もしておりますので、よければ参考にしてご覧いただければと思います。持ち方を改善することによって、それこそ早くて綺麗な文字を書きたいよという方、普段の字を綺麗にしたいよという方にもですね、必ず役に立ちますので、そのあたりは意識して持ってみるようにしてみてください。そして3つ目です。3つ目はお手本をよく見ましょうということです。
お手本をよく見る、もう本当にもう1つ目2つ目3つ目全部当たり前のお話なんですけれども、お手本って見れてるようで実は見れていないということが非常に多いんですね。これもですねあるあるだと思うんですけれども、線を見ていく中でマス目を見てこの位置にこうなってるからこうだというふうに見て書くわけなんですが、これもですね練習時間が長くなればなるほどどんどん自分の書き方になってきてしまいがちです。本当はこうなっているのに自分の思い込みでこういうふうに書いてるんだっていうような、そういった方向に進みがちなので、今一度ですねそのあたりも意識してみてください。練習を効率的にしていく上ではですね、やはり自分自身が憧れている文字、理想としている文字の線の書き方、空間の取り方、全体的なバランス、このあたりをしっかりと見て書くようにしていきましょう。これができているのかできていないのかで練習の効果、練習の効率というものは大きく変わってきます。なのでお手本を今一度よく見るということをしてみてください。そして見るっていうことに関してなんですけれども、目習いと言われるんですが、いろんな美しいもの、素敵なものを見て自分自身の中の頭に記憶していって落とし込んでいくことによって知っているものが増えてきますよね。そうすることによって感性が豊かになってきますので、より良い文字を書くことができることにつながってきます。ただ目習いっていうのも一方でデメリットがあって、先に目が慣れてくるので自分自身の文字が下手くそになってしまったように感じてしまうようなこともあるんですけれども、それを踏まえてでもですねしっかりと目習いをしていく、美しいものをたくさん知っていく、そうすることによって自分自身の文字に落とし込んでいく、こういったところを意識してみてください。練習をただがむしゃらにするっていうのももちろん大事です。最終的にはどれだけの文字を書いたのか、どれだけ文字を練習したのかっていうところが文字の上手い下手に関わってくるんですけれども、そういったところをもう一度意識してしっかりと書いていくっていうところもやっていただくといいんじゃないかなと思います。ということでもうまとめになっていきます。今回綺麗な文字、美文字を書くために必要な3つの基本というテーマでお話をさせていただきましたが、1つ目が姿勢を良くする、2つ目がペンの持ち方を正す、そして3つ目がお手本をよく見るというお話でした。冒頭にもお話しさせていただきましたが、本当に基本中の基本のことなので、いやこんなのもう分かってるよと、当たり前だよと思っている方にとってはかなり物足りない内容だったんじゃないかなと思うんですけれども、練習を続けていく上で、スランプになっている方とか伸び悩みを感じている方は今一度こういった基本に立ち返ってですね、自分自身を振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、今回動画を制作させていただきました。何か一つお役立ちできていれば非常に嬉しいなと思います。というわけで、以上になります。最後に告知です。私が運営する書道のオンラインスクールは随時無料体験を行っています。初月無料ということで、誰でも気軽に参加できますので、ちょっとでも字が上手くなりたいなと思った方はですね、ぜひ一度概要欄にリンク貼っておりますので、そちらからですね無料体験だけでも受けていただけますと非常に嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。